達也です。本日はユーロドルをテーマに2024年度の展望を私個人の解釈を持って話していきたいと思います。はじめに今回の動画は昨年同様月足にキャンドルスティックのみを表示してプライスアクションの視点から話していこうと思います。まず本年初頭にアップした動画のまとめがこちらになります。なお一部始終ご覧になりたい方は概要欄にリンクを貼ってありますからそちらからご視聴いただけましたら幸いです。2つのシナリオがあります。1つ目はこれらの抵抗ゾーンを上にブレイクして昨年の安値を底打ち、この辺りを底打ちと正式に証明した上レンジの上限へのシフト、つまりこの場合のレンジというのがこのホリゾンラインで囲まれたレンジですね。このレンジの中に推移する上限に定着するといったことになります。そして2つ目としてはメインの抵抗ゾーンを確認する形で再度ベアトレンドへの回帰と下落モメンタムの拡大が挙げられます。この2つのシナリオを踏まえた上で私個人の見方としてはシンプルに上期にさらなる力強い続伸がなければ長期抵抗ゾーン確認後にしばらくレンジの加減で保ち合い下期ベアトレンドへの回帰が最も蓋然性が高いということが結論になります。もちろんそうなるためには主要外貨に対するドルの回復が前提になりますが、このようにユーロドル単体で見た場合はベアトレンドの底打ちではなくて調整という前提があるためです。いずれにしても先ほどの話の通り長期構造をマクロ的に分析するにあたって非常にこちら重要な局面であることはこのチャートから明らかです。したがって今後の方向性が明確なサインを持って示されればどちらにせよモメンタムの拡大は想定されます。はじめにユーロドルの長期構造を簡潔に見ていきますと、こちらが2001年7月安値から2017年初頭の安値を結んだサポーティングゾーン、そして2008年の7月高値と2018年2月こちらの高値を結んだ抵抗ゾーンで示されたように大型のトライアングルを形成していたわけです。そして2020年7月にこれを上に抜け出す動きがありましたが、こちらのブレイク自体は比較的短命に終わったわけですね。その後は記憶に新しいロシアによるウクライナ侵攻、つまり地政学リスクを背景に有事のドル買いが起きることでユーロドルは先ほどの長期のサポーティングゾーン、これを割り込んだのが昨年9月までの相場になります。ここまでの話、まずまとめますと、抵抗ゾーンを上にブレイクアウトからの反落が長期のサポーティングゾーンを明確にブレイクダウンしたわけですから、本来的に長期構造は一層のユーロ安ドル高相場を見込んでいたということになります。一方でレクタングルで表示されました経線の組み合わせが重要なシグナルを点灯しました。それはこちらの9月の経線から10月のインサイド、こちらがあって11月の足は比較的高いモメンタムを持ってこれを上にブレイクし、さらにその後の12月の続伸へとつながっているわけです。そして2023年度の相場は抽象的に表現すると昨年のこちらの安値更新を否定するように切り返して下落前のレンジの中で保ち合いが観察された1年となりました。より直近の動きで見ていきますと、本年度のこちらの7月の経線がつけた 1.12 後半になりますが、これが終値が比較的安く引けスパイクハイのサインを点灯、さらにその後2ヶ月の反落をもって、から10月および11月の経線が明けの明星のサインを持って再び切り返して今月の続伸によって本年度の相場を引けたことから、全体感としては底堅さと昨年9月のこちらの安値の更新がフェイクである蓋然性をより一層鮮明化させたとも解釈できます。ですからこれら一連の動きをもって来年度2024年における相場の目先のトライの参考は先ほどの長期のサポーティングゾーンということになりますが、こちらのブレイク自体は足元の底堅さから比較的容易に達成されるというふうに見ています。さらにその後は本年7月のスパイク回を明確にブレイクがありましたら、いよいよ昨年の底打ちが正当化されるわけですから、2020年こちらの3月の経線、いわゆるコロナショック時の高値を目指し順次上値を試す展開が現実視されるというふうに見ています。ただしその場合であってもユーロドルの対極に位置づけられたドル円の長期構造が依然として強気である以上、必要以上にこちらのユーロドルの力強いブルートレンドのシフトを期待するには現時点において時期尚早とも考えています。仮にそのようなシナリオが顕在化するための条件としましては、こちらの2008年7月の高値とこちらの2021年の初頭、これを結んで示されました長期の抵抗ゾーンを明確にブレイク、
するまではあくまで強気変動という解釈は取れないということが個人的な見方になります。最後にまとめになります。以上の前提を加味した上で、ユーロドルの2024年度の展望として、現時点2つのシナリオに大別されると考えています。第1シナリオとして、安値同士を結んだ長期のサポーティングゾーンをトライ後に反落。そして第2シナリオは、先ほどのこちらの長期のサポーティングゾーン、明確にブレイク後に順次抵抗ラインをトライということになります。第1シナリオに関しましては、昨年9月のフェイクセットアップおよび直近10月以降の切り返しによる底堅さがあるため、個人的に概然性は低いというふうに見ています。そして第2シナリオとしては、先ほどの第1シナリオを勘案した上で、現実性が比較的高いというふうに見ています。しかしながらバチバチ上を試していくかという点については懐疑的であります。したがってユーロドルの2024年度の相場は、その底打ちを踏襲しつつ、長期構造としては保ち合いの継続というシナリオをキープした上で、来年度の年末にストラテジーの検証及び整合をしていきたいと考えています。時刻は12月の30日朝の8時前後です。本日ご視聴いただきましてありがとうございました。